伸びるタイプのにゃんこです。そんな自分が気に入ってます。はい。今日のにゃんチャネは50代女性ニコさんが受けてくれました。ニコさんは現在ライトワーカー講座受講中で2人のお子さんのママさんでもあります。子育てから手が離れ、自分の時間ができ、私も変わりたいという思いから講座を受講されたそうです。さて、ニコさんの魂が輝く人の役に立つこととは一体何だったのでしょうか。それではどうぞ。スピリチュアルにずっと興味があったんですか？もともとその占いとかお墓参りとかね、神社とかは好きだったんですけど、割と先祖さんとか信じてある方なんですけど、スピリチュアルとかいうのは、これこそ2020年ぐらいに、去年最近、どうっていう言葉をその時に聞いて、まずそういうことも知らなくって、友達がライト講座受けてるんですよ。久しぶりに会ったら、なんか、いつもぐじぐじ悩んでた子が、地球の波動が上がっててって言ったから、何それってから始まって、この子どうしたのみたいな。でも、私が、それ何どういうことってなったんじゃん。そしたらその子が、今までいろんな子に言っても、なんか、みたいな感じだったのに、興味持ってくれたから、すごい嬉しいと思ったって言って、私も赤ちゃんがなんか言葉を覚えたみたいな感じで興味を持って、今年の4月から子供2人とも出ちゃったんですよ、家をね。割と時間もできて初めてこんなにも。そしたらなんかちょっと、私もなんか初めて変わりたいなと思って、じゃあ私も講座やりたいなと思って、で、それから始めたんです。あ、そうなんや。どうですか、講座を受けて。勉強になるっていうか、ちょっと楽になったんですよ。考え方がね、のんびりしてる時間は、あんまり良くないと思ってて、何かしなきゃって感じだったから、必ず予定はびっちし入れてたし、いつもなんかスカ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 してたから、なんかこう、許せないことも多かったよ、割と。なんか昔はよく喧嘩してたんだけど、会社の人とかもね。かっこええな。それはおかしいじゃないですかとか、なんかね、正義感ぶってやってて、それがね、今、どっちかっていうと、どっちでもよくなっちゃって、両方の間に立って、こっちの人はこうなんだよねって言ってきて、でこっちの人もこうなんだよねって言ってきて、結局間に挟まれて、言った本人たちはもうそれで気が楽になってるから、意外と仲良くなっちゃったりとか多いんですよ、そういう方。私だけもやもやいつも溜まってんじゃんみたいな。聞いてもやもやがたまるんです。もらっちゃうんですよ。大変大変、それは。そこで初めてエンパスとか HSP っていう言葉を初めて知って、その時にすごい楽になったんですよ。どっか行ってもすぐ疲れて帰ってきちゃったりとか、音とかもすごい敏感ですぐうるさいと思っちゃったりとか、なんでそんな思うんだろうとか思ってたんですけど、それを知ってから結構楽になって、あ、そういう体質だからこんなに偉いんだと思って、じゃあいっかって、そういう面じゃいろいろこう分かって楽にはなったって感じです。そうなんですね。自分としてはスペシャリストになりたいとか、そういうとこはあるんですよね。私はこれができますみたいにいろいろ手出してじゃなくて、私も本当仕事もね、いろいろ変わるんですけど、別に人間関係が嫌とかそんなんじゃなくて、ただこっちがやりたい、こっちがやりたいってなっちゃうから、やりたいと思ったらなんかやっちゃってできちゃうから、すごいな、できちゃうんですか？だからすぐ次々っていっちゃうんです。今子供関係の仕事してるんでしょ。午前中子供園で保育女子いるから学童の施教をやってるんだけど、まだ1年ぐらいなんですけど、正社員とかさ、フルパートじゃないから、割と表面的に働いて、で寂しいとこもあるけど、中が分かんなくてっていうの、結構それ楽だなと思って、自分的にそういう所属の仕方が。だけど、寂しいとこあるけどね。両方とも子供関係ってことは子供が好きなんですか？多分ね、自分の子育てが、ちょっとぎゅうぎゅう詰めにしちゃったから、積み上る方じゃないんだけど、なんかこう見てあげたいなって気持ちで急に湧いて、子供関係の仕事したいなと思って、保育士の免許取ろうと思って、保育園行っても、その資格がないから、結局は任せられてないんですよね。いいかな、これのままでって思う時もあるんですけど、何か一つで
思う時もあるから、専門的にね。結構自分勝手に生きてるんで、割と自分が好きなよね、楽しいよね。でも本当は人のためにとかやりたいと思うんですよ。具体的に何かこんなんしたいなとかあるんですか？いや、特にはないんですけど、関わってはいきたいと思うんですけど、人とね。今後どうしていったらいいですかみたいな。あ、そうですね。じゃあそれ聞いてみます。よろしくお願いします。お願いします。猫さんの前にめっちゃめちゃでっかい崖かなこれは。最初山かな思ったんですけど、崖。なんかロッククライミングしそうな崖です。なんかね、アニメみたいにね、てっぺんが見えないんですよね。崖の前にいるのですごい麓にいるんですけど、ニコさんが、はぁと思ってて、その崖見てね。で、ロッククライミングの格好してますね。ガチャガチャっていうなんか器具も持ってるし、タンクトップのなんかピタッとしたやつみたいな服ピンクの着てて、よっしゃ行っちゃったるかみたいな感じ。だから別にひるんでないです。ありえへんぐらいな崖なんですよ。取り替えてるし、パンパンって叩いて、一番下から登ろうとしてます。今登ってますね。でもなんか、プロみたいなんかロープクライマーのプロみたいな感じかな。手を、崖のね、手の指がちゃんとかかりそうなところに手をかけて一個一個行くんですけど、自分の体をちょっとだけ振るんですよ。ほんで、パンって若干飛んだみたいな感じで、上のところの崖に手をパンってかけて、なんか上手な人なんやなっていう感じ。プロみたいな感じ。だからこの崖は一見めっちゃめちゃ上級の人の崖なんだけど、それに圧倒されないで、ちゃんと地道に下からプロの登り方で上がっていくみたいな感じかな。さっき登り始めたばっかしなんですけど、もう今何かしらの頂上におって、早いな。その間の映像なかったです。ものすごい高いんですよ、ここ、やっぱり。で、上も岩か土か分かれへんけど、平らなところがちょっとあって、今てっぺんにいるんですけど、今、足を若干こう開いて立ってね、腰に手を当てて、登ったわみたいな。そうかいみたいな感じ。で、めちゃめちゃ高いから、雲がすごい近いし、でも雲がドラゴンボールに出てくるような、もう、みたいな感じ。なんかアニメチックに見えるかなこんな感じで、気持ちいいわーって、周りには何にもなくて、遠いところに似たような崖とかはあるから、その向こうの崖とこっちの崖の間の谷があって、すごい景色がいいところ、日本じゃないみたいな感じかな。オーストラリアとか、すごい自然が壮大なところの景色が見えてるんですけど、その谷の下は緑があってね、すごい高いところにいるから、向こうの方まで見渡せて、空がね、街がここに雲もあって、触れる雲もあるみたい。その雲触って、高いとこまで来たなって自分の力でって思ってる。すごい地道にあったんやと思う、多分。ですごい満足してるかな、今。達成感がある。だってちゃんとやってきたから。どこの場面でも負けてない。一番最初の時に、普通やったら多分投稿にくれると思うんですよね。てっぺんが見えへんから。でも、やめとこうかなもなかったし、刺身これ登れるかなみたいなのもなかったし、やるしかないやん。地道にみたいな。で、それをプロみたいにわーって登ってって、今てっぺんで、この壮大な景色を見ながら、すごい達成感を持って、ここが私の世界って思ってるかな。すごい気持ちいい。ずるしてない。変な言い方やな。ずるしてない。逃げてもない。一歩一歩来てるし。ピョコーンって行きたい人っているでしょ。飛び越えてずるって言うから楽したい人か。楽したい人いるけど考え方で。それはない。でも、ペコさんが思ってるのは、だからこそここが気持ちいい。例えばですけど、ヘリコプターでこれ取ったら来れますよ。上に上がるときに誰かに後ろに押してもらうとか、荷物をね、他の人に背負ってもらって自分を楽な状態で上がるとかね。
登り方としてはあるんやけど、でもそんなんしたら今のここの達成感は味わえへん。やっぱりメンタル勝負やから、こんなん。この岩を登るということに対して自分がどうあるか、どういう気持ちで臨むかとか、だからこそこの達成感がある。それがこの世界って思ってて、下にちっちゃい岩みたいなのがあるんですけど、そこに左足を乗せて、左手を腰に当てて、右手は下に下ろしてるんですけど、なんかめっちゃかっこいい感じでね、景色眺めてます。で、そこで夕日になったんです。今ね、遠くの方の空を見てたんですよね。夕日になってて、それがまあ沈んでいくんですよね。沈んでいくのと同時に、なんかわからんけど、ニコさんが寂しくなるみたいな。夕日が沈むのと同じ具合に、ニコさんが三角座りしますね。同じようなスピードで。で、沈んだ夜になるでしょ。夜になったら、なんか、どっかからか虫の声も聞こえてきて、さっきより見えへんから、若干怖いかな、ちょっと。今なんで怖いかなと思ってるのは、周りに人がいないからみたい。今、すごい高い崖を登っちゃって、下に緑があったじゃないですか。だから、その緑のところにきっと虫とかがいるんですよ。人もいるし。基本的に人は崖の上では住まないから、住めた森やし、人の生活みたいなところは、この下の森にあるんやけど、今自分がいるのは崖の上。崖の上って人がいないから、だからそれがなんかちょっと孤独みたいな感じになってるかな、今。だから、なんか変な言い方やけど、達成感があって、あるんやけど、孤独みたいな。今ね、三角座りして夜空見てるんですね。雲もあんまりなくてすごい晴天なんですけど、星もすごい綺麗。綺麗だなーって。下から見るより今の方が若干高いわけやから、すごく近くも感じるし、お星様とかの光が直接自分にこうちゃんと当たるような感じがする。高いところに来たから。だからそれがすっごい心地いいなーって今思ってるかな。目つぶってゴロンとしましたね。それは今全身に感じてるかな。天が近い。でも同時に人がいない。すごいへんてこりんな感じかな。達成感はあんのに孤独。だから結果満足してないんですよ。ちゃんと満たされてない心が。で、これなんで起こってんのかなって思ってて、今崖の上からね、下見た。下には森があるんですよ。何か自分のやり忘れたこと、今の自分だからできること、下の森は日常の社会みたいな感じかな。人の生活がある。そこの森の中には家族があったり、独身の人もいたり、生きるっていうことを普通にしてる人たちの森ですね。そこにはやっぱりいろんな問題がある。やっぱあんな言われたとかね。この人はなんでこんなんしてくれへんのかなとか。私こんだけ頑張ってんのに成果が目に見えへんとかね。そういう、まあ普通の人が抱くような問題を抱えながらみんな普通に生活してるのが森なんですよね。で、ニコさん的には、そういう日常問題を一生懸命やってる人たちが森の中に見えるんですけど、そんなんやっても自分で山登るしかないやんって思ってるニコさんは。たちがやらなあかんのは、自分でここ手かけれんねんなとかね。自分で山登るしかないんやなとかね。この山が来たっていうことは自分が登れるっていうことやねんから、それをちゃんと自分で心をけじめつけて、この山が取り替えてようが、どんだけ自分にとって厳しいように見えようが、それは全部一個一個1から0からか。こうやってやっていくしかないやんって。そうすればいいだけやのに、みんな森の中でうじ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 やってるんですよ。そんなんしゃあないよね。そんなんにしてるっていうのはそういうことやから。責任してるとか、まあいろいろありますけど、そんなん言っても、これは結局その中に一応住んではいるけども、これは自分との戦いやろって。本当はね。だから、他人がどうこうとかじゃなくって、本当はみん
な地道に自分の心にちゃんと挑戦して、ちゃんと自分の中で落とし込んでって、一個一個登っていったらみんなこの景色見えんのになっていう、ちょっと考えの差はあるかな、この下の人とはね。みんな、見方が違う。森の中でやるのは、まあ、素晴らしいんですよ。素晴らしいけども、実際本当にやらなあかんの崖登ることやでって思ってみてるね。でも、森の中で生きてる人が、本当はこれは自分との戦いやなと。自分の内面を見たらいいんやなっていうのを、まあ、分かれへん人がいるんやけど、それをそういうふうに思うっていうのも、この人たちの学びやから、これはまあ、しょうがないねんなーって言って。でもこうやって気づいたら、さっさとね、崖に登って、崖に登るにもスキルがいるわけやから、それをだんだん磨いていけばいいのに、そもそも見てるところが違うから、こうしたらいいのになと思って森見てるかな。でも、自分はね、崖の上まで来て達成したけども、やっぱりこう満たされない何かがある。この満たされないものは何かって言ったら、自分はこの森から崖の前に来て崖を登って今てっぺんにいるんですよね。で、その道筋を自分は知ってる。で、崖に登らないといけないっていうことさえも分からへん人が今森にいる。自分はこの道を知ってるわけやから、それこの人たちになんか言ってあげたらいいんかなって。そうしたらこういう綺麗な星空が見えるし、自分がやったからこそのこの達成感が味わえて、それも楽しいから、それをみんながやればいいのにな。でもそれが全く分かれへん人がいるから、それを教えてあげるっていうことで、もしかしたら自分の役目っていうか、このかけてる思い、100%、あ、これでいいわと思えない隙間を埋めることができるんちゃうかなって、上から見て思ったみたい。これがここまで来た自分の役目なんじゃないかなって思って森の方を見てるかな。まあ、かといってどうしたらいいんかなって。だって自分はここまで来るのにあんまり何も考えてないっていうかね。ごめんなさい、言う当たってる。できてないんですよ。なんとなくやってたっていうか、木があるから登ってたとかね。その中にはそれがすんなりいったんですよ。なんでそれが回れんのかなみたいなのがあるから、じゃあこう逆に教えるってどうすんねんみたいな。それは自分からしたら崖を登るよりも難しいんですよ。自分が頑張るわけじゃないよ。今、他人をこの道に行かせる、気づかせるっていう意味かなっていうのをしたらいいのかって考えたら途方に暮れますよね。この達成感とか星空がすっごい綺麗とか、ここから見渡す景色とか、もうそれをいずれはこの人たちもいろんな苦労、いろんな問題とか、それを経て自分で気がついて、あ、こっちで登らなあかんねんなとかね、一歩一歩やらなあかんねんなとか、自分はちょっとひるんじゃったけど、それでも勇気を出してこの崖登ろうとかね、一歩一歩がこの人たちにとってはすごく難題な、本当は。ゆこさんそれすんなりやっちゃったけど、でもそういう人たちにこの景色を見せてあげるためにはどうしたらいいんかな。ほんで上から見ててももうしょうがないし、やり方分かれへんから、とりあえず一回降りてみようと思って崖を一歩降りるんじゃなくてね、パーンって飛び降りた。でもそんなのができるみたい。でもなんか落ちるとかじゃないんですよ。すごいゆっくりいい速度でエレベーターみたいな降りるみたいな感じかな。今降りてきて森の入り口かな、芝生みたいなとこがあって、ちょっと先に森があるんですよ。そこにいろんな人がいるみたい。ここの中に講座を受けてる人がいます。講座を受けてる人は、これは森の中にいる対人関係の問題ではなく、自分の内面を見ないといけないなって気づき始めた人かな。崖があるんやなっていうのに気がつき始めた人かな。で、左側にはめっちゃ喧嘩してる人がいて。何を喧嘩してるか知らんけど、めっちゃ怒ってる。一人が怒ってて、一人がシュンとしてて、言われてる方がめっちゃ我慢してるんですけど、怒ってる人は、なんで自分が思ったように動けへんねんって思ってるかな。
自分が正しいと思ってるから、こうすればいいのになんでお前できへんねんとか。でも人って選択肢ってあるから、それが正解とは限らへんし、それがいいと思ったらその人がすればいいのに、その目の前の人もやって当たり前って思って怒ってる人がな。怒られてる人は言い返されへん。なんやねんこいつって思ってんねんけど、でもそれが言われへんみたいな。そういう人間関係が今見えてます。それを見て、ニコさんが、なるほどなって。私だって言い返すけどな、みたいな。で、森の奥に行きましたね。森の中に入ってって、ここはね、木がすごい茂ってるから、太陽の光があんま入ってけえへんみたい。太陽の光っていうと神様の霊的真理みたいな感じかな。それを気づくのが、この森の中ではすごい難しいみたい。なぜなら、その仕組みはみんな知らんし、その中で、森でもね、全然光が入らないわけじゃないんですよ。木と木の間に光が入ったりするんです。神様の愛みたいな、神様の光みたいな感じ。中で、さっきみたいなその人間関係ね、やってる人たちが自分でこんなことやってるけど、例えば今の喧嘩してる人でも自分の意見はちゃんと言わなあかんねんなって、そうじゃないですよって自分が思ってるっていうのをちゃんと言わなあかんねんなとかね、そういった自分の気づきがあった時にその光が見えるっていうか浴びれる。基本的には日陰にいるからみんな悩んだりするんです。すごい苦しいなとか、なんであんな言われなかったねとか、自分ってできへんなとか、自分頑張ってるのにできへんなとか、物理的に成功を見てるとか、すごい愛されてるのにそれを見られへんとかね。そういった普通の人間が思うような人間生活とか、人の悩みとか、そういったのをみんな森の中でやってる。その中をニコさんが歩いてってます。そうやな、ここはすごい大変。さっきの自分が見た崖の上の達成感やら、誤解感やら、それとはもう全く違うじゃないですか、ここの世界っていうのは。苦しそうやなって思ってる。そうか。まあ普通はこう、中にはね、講座を受けて、ここから抜け出そうとしてるとかね、いう人がいるけど、自分たちが森の中で経験してることってね、結局は自分に教えてくれてるだけなんですよね。だから先に怒ってた人たちもね、本当はね、両方の人が鏡持ってるんですよ。その人との対人関係で鏡に自分が映ってるんですけど、ないといけないのはその人じゃなくてその鏡に映ってる自分なの。本当はこの人の関係で自分がこういう風に対応してんなって、あそこに問題があんねんなって本当見なあかんのっていう風な感じでこの森は成り立ってんねん。その仕組みが分かれへん人が、基本的には森にいるんですけど、それが分かれば、崖登ればいいんだなっていうことに気がつける。それをどうやって考え方の転換をしてあげたらいいんかなって思いながら森の中を歩いてる。でもどの人も分かるような状態に来れへんねんな。参ったなーって言って。で、勇気出してね、三角座りしてるすっごい暗い女の人がいるんですけど、めっちゃ暗い顔してんねんけど、その人スポットライト浴びてるんですよ。だから悪いけど、なんか悲劇のヒロインみたいな感じかな。自分だけが苦しい。自分がかわいそう。最初はその人が苦しいと思ったからね、ニコさんが。背中にね、手を置いて大丈夫ですかって声かけたんです。で、その人は言いますよ。お母さんにこんなひどいこと言われましたとかね。だから私ってかわいそうなんです。って言って、三角座りして腕の中に顔を詰めるんですよ。でもなんか言ったら悪いですけどね、なんかこう背中さすってもらうっていうのもちょっと心地いいと思ってるし、だから悲劇のヒロインを自分でスポットライト浴びてね、楽しんでるって言ったらね、ちょっと語弊あるかもしれへんけど、やりたいんですよね、この人。で、それを見て、こんな人も一見辛そうに見えたから声かけたんやけど、よくよく見たらスポットライト浴びてはるし、私かわいそうっていうのをやりたいんやなって。で、ニコさんは思うんですよ。この人は上がりたいと思ってはれへんな。大丈夫ですかって言ったら、心地いい状態の演出の小道具の一つみたいになっちゃうから、これをすんのもちょっとちゃうなって。降りたんやったら降りはったらいいしな。そうか、いろんな状態の人がおんねんな。森のちょっと左奥に滝があって、滝修行した人があって、
何してはるんですかって聞いたんです、その人に。修行僧みたいなこと。で、その人が言うには、苦しみの先に学びがあるって。極限になったら分かる境地があるみたいな。物理的にも。水冷たいし、水の勢いも強い、すごいし。ここの中にずっといれば何かが見えてくるんじゃないかなって思ってる。そういうやり方もあるんや、みたいな。なるほどな。でもこの人、自分の中、世界に入ってはるから、まあいいかと思って帰ってくるかな。苦しいだけの人じゃないんやな、この中は。いろんな人がいる。この世界で自分が何をするのがいいんかなって。これらがいるんですけどね。自分のとこには光さしてるわけですよ。あんまりにも分かれへんもんやから、神頼みで、神様に、私も全く分かれへんと。なんとか登っちゃったし、今初めて、自分のやり方以外で、すごい苦しいな人がおんねんなって気がついたの。自分の心を埋めるのに、これどうしたらいいですかって聞いてみて、ここであなたは何がしたいのって聞かれた。それは、やり方は人それぞれ違うよ。それを見つけるのもその人の学びやけども、今ここまで来たよね。じゃあ、あんた実際何をやりたいの？さっき三角座りした女性の話を聞きたいんかって。いやー、そもそも上がりたいと思ってない。講座受けて表出てくるんですけど、講座やりたいんかって言ったら、いやー。じゃあ、喧嘩してる人の仲裁入りたいんかって言ったら、いや、それもちょっと、やったしな、みたいな。ってなった時にね、まだ新しいところが出てきて、なんかあると思って行ったんですよね。ここが子供園やと思う、多分。ここいつもの職場やみたいな感じかな。ニコさんはその場面を見てるんです。泣いてる子供に対応してる先生がいらっしゃって、それを見てて、ニコさんが、いつもの場面やなーって思ってるかな。でみんな忙しそう。ここは。先生方は忙しそうやし、一緒に歌ったりもしてるし、友達は、ここは社会やから、子供のいざこざあったり、これってすごいねんって言ってる子もいるし、でもこの子はこの子で認めてもらいたいみたいな家庭の事情で。なんか社会の縮図みたいな感じかな。それのちっちゃいバージョンみたいな。喧嘩してる人もいるし、なんかおどおどして何かをするにも一個一個全部勇気がいる子とか、森の縮図みたいな感じかな、さっきの。森の縮図がこの子供園の中にあるみたいな。ただもうちょっと可愛いですよね。みんな幼いから。僕やから。そっかそっか。ここも森と一緒。世界の縮図がここにあって、大人から見たら、すごいしょうもないことって言ったら、子供たちに失礼やけども、例えば先生に何か言うのかってめっちゃ勇気いる子とか言いますよね。そんなん言ったらいいのにとか。でもこの子にしたらすごい大変なこと。で、喧嘩してんのも、やっぱり自分の正義っていうのがあるから、さっきの喧嘩してる人と一緒ですよね。この子はこう思ってる。でもこっちの子はこう思ってる。でもどっちも正しいんですよ。意見が変だけどね。形は違うけどね。大人になったらやっぱ上下関係とかが出てくるから、片っぽ言われへんとか、片っぽがすごく強く言うとか出てくるかもしれへんけど、エンジンに関してはそんなないから、めっちゃ二人とも主張するんやけど、さっきと形は違うけど、似てるよなって。意見の違いでこうなってんねんなとか。ここはちっちゃいけど、森の縮図なんやな。ただ、思いがもうちょい純粋みたいな感じかな。そうでもないし。だから、今ニコさんが見てるのは、子供園がすごいキラキラしてるんですよ。自分からしたら、森もこの子供園も似てたもんです。大人バージョンか子供バージョンかみたいな感じ。なんか知らんけど、ニコさんから見たら、この子供園がすっごいキラキラして見える。みんな学んでる、ここでは。喧嘩でも、ちょっと勇気出して言うのでも、この子たちにしたらすごく学びなんですよね。人間関係の中で自分がどうあるかとか、それをちゃんと先生が仲裁入って学べるんですよね。例えばさっきの喧嘩買って、ここに先生が入って、何々君はこう思うんだよね。で、こっちの子はこうやって思うんだよね。で、両方とも言ってること正しいから、確かにそうだね。君がこういうようにやったら、こうなるのは本当にそうだね。でもこ
っちの子が言ってるのも、こういう場合には、この子の意見が役立つよね。だから、二人とも合ってるよね。そう思わないって先生が真ん中に入って言うので、最初は冷静じゃないから、当人たちは。自分の主張は正しいとか思うんやけど、先生にそうやって説明されたら、なるほどなって、そこまで考え、プーべへんかったけどね。先生にそうやって言われたら、そうやなって、俺はそこまで考えられへんかったなとか、そういうアイデアはなかったなって言って、分かったって言って、解散して、それぞれの好きなとこに行くみたいな。なんか納得するのがめっちゃ早いかな。で、今度はもう一人、勇気出さない。話しかけられへんみたいな感じ。例えば、連絡用みたいな。あれを何か不具合があって、この先生に何か聞かなあかんねんけど、これ怒れたらどうしようとか、自分が知らんこと言われたらどうしようとか。これちっちゃなことやけど、その子にとったらめっちゃ大きなこと言われへん子に先生がなんか困ってはんなと思って、さっきのニコさんが三角に座ってる人に背中にこう手乗せたでしょ。それと同じような感じで先生はその子の背中に手を置くんです。大丈夫？なんか悩んでるよね。さっきから頑張って言おうとしてるけど、なかなか言われへんねんなって言って、何に困ってんのって聞いてるかな。で、その子は背中に手を置かれて、お母さんを思い出してみたいな感じかな。ホッとするみたいな。手を置かれたら安心するじゃないですか。そんな感じで安心したみたいな。で、気づいてもらえたし、その手を乗せてもらったっていうのはもう優しさですよね。それを思い出したっていうか、感じて、なんかもう半泣きになりながら、みんなができることやのに、自分はできへんのも分かってやるし、ちょっとしたことにこの子はできへんから。で、それを分かってもらって、この正面を、なんかここがちょっとおかしいと思って、先生に行かないといけなかったんやけど、それが聞かれへんくって、みたいな感じで、そっか、だから頑張って聞こうとしてたんやね、それってすごいと思うよって言って、それで怒られることももちろんないし、聞くわって思うのがそれってすごいことやねって。そうか。ここの子供園は、あれなんや。ここの子供園がってわけじゃないです。多分全体的にやと思いますけど、いろんなことが起こるけど、この世界では。でも、基本的に何をしないといけないかっていうと、ここの子供たちがしないといけないのは、崖を登ることだっていうのを先生がちゃんと理解してるみたい。わかります？森とこの子供への違い。これやったらもう分からへんの。もう大きくなっちゃってるから、あいつくそーとか、外に向いちゃってて、意識がね。でもこの子供園っていうのは、子供たちはちっちゃいし、先生がもうやっぱり大人目線で見てるから、この子の何が課題かことを先生に見せるっていうのがこの子は難しかったわけ。でも、手を背中に乗せてあげて、あ、そうか、言いたかったんやねって。それを言おうと思っただけでもすごい偉いなと思うし、次からは言えたらいいねって、もし言われへんかったら先生に言って一緒にやろうって。で、それも次に自分でできるかもしれないしっていう、その子にとっての崖を登るっていうことが明確みたい。ここの子供園っていうのは。わかります？その差が。で、だから、ここの子供園は、まあ、全体的だと思いますけどね。子供園は、森と違って、崖を登るっていうことを軸に、子供を見るってことができるんです。自然に。それに、ちゃんと寄り添える場所なの。それが、やっぱ森に来るとちょっと若干難しくなる。大人になってるし、地位がある人とかはもう自分が偉いとか思ってはるし、そんな中で教えないと若干難しいんやけど、今子供園の中で全部起こってることは自分の内面を見つめること、自分とのちょっと厳しい言い方もしてんけど、戦いとかね、自分の成長とか、他人を理解するとか、他人を思いやるとか、その中で自分は何をしたいかとか、自分の弱さを克服するとか、ちょっとずつでいいんです。この子はこの子なりに、ちゃんと自分のちっちゃい山かもしれんけど、登ってんの。そういう世界、この子供園っていうの。だから、ニコさん的には、ここがものすっごいキラキラして見える。本人の自覚はないかもしれへんけど、すっごいちっちゃい山かもしれへん。でも、
ちゃんと登ってる。ちゃんと説明したら理解できるし、後腐れもないし、ずっと恨んでるとかね、そういうのはないです。だから、すごく学びの場なんですよ。ここって普通の子供園、障害の子供園とかじゃなくて、見ての普通のやつです。そういえば思い出したのは、そういうの興味あったんです。障害の子みんな世話っていうか、どっちかというとそういう子たちが近寄ってくるから、私に。普通の子供園でも、絶対に何人かいるんですよ。そういう子たちの方が普通に先生してないから、私はどっちかっていうと、違うことしてるから寄ってくる子が多いんですよね。今見てる映像では普通の子です。園児の純粋さと、何も考えずにただひたすちゃんと山を登ってるっていう意味では、ニコさんと一緒なんです。気質がね。だから森の人を教えるよりも園児を教える方が気質としては合ってるんかな。純粋にやってるみたいな感じ。そういう意味ではすごいよく似てんねんなって今思いました。だからニコさん的にはここの世界がものすごくキラキラしてるし、光ってるし、言い方が合ってるかどうかわからないんですけど、効率がいいっていうかね、森で学ぶより、森の人は乗りたくない人もいるし、登るっていうのも気づいてない人いっぱいおるし、その差が森と縁であるかな。だから、ここの学びって本当に素晴らしいなって思ってるし、自分に合ってるなって思う。自分の生き方によく似てたからね。この人たちは一人一人がすごいキラキラしてる。大人から見たらすごいちっちゃいことかもしれへんけど、この子にしたらすごく大きなこと。ちゃんと力いっぱい全部やってるんですよ。何の疑いもなく。それを助けてあげたいみたいな感じかな。この子たちの思いにね、その純粋な損得のない、ちゃんと、崖を登ろうって思ってる子たちの気持ちに寄り添いたい。私はこの光の世界でやりたいなって思ってるかな。なんかまあそういう話聞いたからかもしれへんけど、その中で障害持ってる子がいて、ダウン症かな。その子はなんか周りがバーって園児が走ってるんですけど、その子はなんかぼーっとしてはって、その子と目があったみたい。その子がニコってすんの。みたいな。なんか輪をかけて純粋みたいな感じかな。で、なんかおままごとしてるかな。この子はこれがしたいんやな、みたいな感じに思ってて、その子の髪をこう撫でてるかな、ニコさん。かわいいなぁ。森と園を比べたら園の方が純粋でしょ。園児とその子と比べたらその子の方が純粋。これはかもしれんけど、もっと輪をかけて、悪い意味じゃなくて何にも考えてないみたいな感じ。ただ純粋に先生来たからニコッとするし、卵がやりたいし、ただ、やっぱ音が怖い。なんかその子はその子のね、世界があるんですよ。今ね、教室の隅っこの方でままごとしてはるんですけど、その女の子は。で、その子が幸せなんですよ。自分のワールドがあって。でも、その子の左側で男の子がわーって遊んでて、男の子からしたら普通の遊びなんですけど、うわーって体使ってて、喧嘩なんか遊びながら、分かれへんな遊びしてて、それがうるさいみたい。自分の世界で没頭して遊びたいのに、あまりにも大きいから、どうしても邪魔になるっていうか、自分の世界の中にどうしても入ってきちゃうみたいな感じかな。だから耳をこう塞いでるかな、その子。自分の幸せな世界が保てないみたい。だからちょっと難しいかな。教育的にどうか知りませんけど、自分の世界で遊びたい子とコミュニケーションが普通に取れる人ですよね。さっきの喧嘩できたりとかね、先生に聞いたりとか、そういうのができる子と同じ教室にいるっていうのがちょっと難しいんかな。だから子供って遊びたいから遊ぶわけだし、人にダンってぶつかろうが別に気にしないわけじゃないですか。ぶつかったことも別に普通やと思ってはるし、あまりにもこけたらごめんなって言うけど、ちょっと当たったぐらいで何も思えへんからね。そんなこと、音がうるさくて自分の世界が保てないっていうのはちょっと共存するのが難しいみたいな感じ。最初の子がしたいのは自分の世界で遊びたいんです。平和な世界で。で、それがニコさんにはわかるみたいかな。今この子うるさいと思ってやんな。自分も音が苦手やし、苦手という意識がね、自分にわかるから、でも横でわーって遊んでる子にも悪気はないから、だから、ちょっとごめんねって言って、嫌な言い方じゃなくてね、ま
な感じで男の子たちに言うけど、やっぱり分けるの難しい。アニコさん的にはこの子の世界も守ってあげたい。でもこのわーって遊んでる子を買ってこの学びをしてるわけやから、それだって大事やんなって。その悪いことしてるわけじゃないからね。なんならキラキラしてるわけですよ。だからどうしたもんかなって。と思ってちょっと暗くなってるかな。どちらかというと、ニコさんが談笑の子側よりかな。気持ち的にね。自分の世界を楽しみたい。自分の世界で平和に暮らしたい。人に満たされるのが嫌。でもここはね、そういう社会やからね、しゃあないね。家じゃないからね。この子の問題はニコさんの問題でもあるみたいです。自分の課題でもある。ダウン症の子以外の子を指示出しして、外遊びに行かしたのかな。向こう行きな、みたいな感じで、はーいって言って。で、その一人のダウン症の子とママごと遊びしてます。今ここはすごい静か。で、めちゃめちゃ平和ですよね。その子ができたものを先生にこう、はいどうぞって言って食べてもらうみたいな感じで持ってくるんですよ。ありがとう。あ、美味しいわみたいな感じでやってるんですこの子にとったら、この環境が一番落ち着く。これは痛いほどニコさんもわかるし、自分もやっぱちょっとしんどいから自分の平和な世界が満たされるっていうのがね、この子のしんどさがわかるから、今この平和な世界を保つことができて、ああよかったって自分も思ってるし、目の前の子も心地よくおままごとやってやるから、一日の中の本当に数十分かもしれへんけども、この子に楽しくおままごとをするっていう思い出がちゃんとあれば、この一日楽しかったって思うかもしれへんし、お家に帰った時にね、ニコニコってできるかもしれへんから、ああよかったなって、今のこの時間取れてよかったなって思って今おままごとしてます。なんかね、自分がしんどかったのかな。このダウン症の子にはダウン症の子の世界観みたいなのがあるんですよ。こうやりたい。こうされたらしんどいとかね。この音の大きさはしんどいとか。それを全部クリアした時に、その子がとても気持ちよく過ごせるっていう、この子なりの世界観がある。それが、ニコさんには分かるみたい。自分も若干そういうところがあったから。繊細であり、自分の世界がありっていうところでは似てるのかな。だから、自分が心地よくいたいっていうのと同じようにね、心地いい状態をこの子にも作ってあげたいって思ってるかな。でも、先生の中でもそれの感覚が分かれへん人がおるみたい。やっぱりみんながみんなそうやってね、繊細なわけじゃないから、友達と喧嘩するとか、当たり前に来た人っていうのは、この子の独自の世界観っていうのが分からない大人になってもね、やっぱり分からない人がいるんですよ、先生に会ったとしても。思いやりが足りないとかじゃなくて、感覚的に分からないんですよね。でも、ニクさんには分かるから、だからそこをサポートするのが自分の役目なのかな。それが分かってくれてんねんなっていうのが、その、ダウン症の子にも分かるみたいな。感覚が、フィーリングこういう関わり合いの中で、あ、この人分かってくれてんねんな、みたいなのが分かるみたい。だから、ね、ニコさんといるときは安心してるし、なんかお母さんと俺みたいな感じがね。より自分をよく分かってくれる人が横にいるねんな、って思ってるみたいな。やっぱりその、園の中で、みんなね、この子を注意深く見てはいると思うんですけど、でもやっぱり限界がある。大人でもそういう感覚がもともとない人かっていうわけだから、この、ちっちゃな社会の植物の中で、この子は自分の世界を保って生きるっていうのは、そう簡単でもない。すんなりできるわけではない。人って役割がある。このダウン症のこの感覚が分かれへん先生も、それなりに役割がもちろんある。ダウン症の子ばっかしじゃないし、ここは。めっちゃ喧嘩する子かとおるわけです。その人たちの対応しないといけないから、普通の産学の先生がっているし、そういう感覚の子がおるんやなっていうのも、この先生の学びなわけやし、子供たちは子供たちで自分の学びをやってるし、その感覚がわかるニコさんがここに入ったっていうのは自分にしかで
きないこの子の世界をおうちぐらい完璧にはいかへんくても、この子なりにこの、園の生活を楽しめるのかなりのペースで学べるとかね。若干視点が違うから自分でサポートできるのかもしれへんな。先生に役割がある。ニコさんにもやっぱり役割がある。この子にももちろん学びがある。例えばスプーンがちゃんと持てるようになりましたとかね。スピード感とか目標とかは通常のことは違うかもしれへんけど、この大変さの中でできたっていうのがすごい大きな学びやし、自分のペースでやるとか、そんな中でも人に合わせないといけないところをちょっと頑張るとか、この子なりの学びがある。この子もこの子でちゃんと崖登ってるんですよ。すごいちっちゃいかもしれへん。スプーン持ってるとかね、挨拶できるとかね、2人だけ前に出て発表するのをやってみるとかね。そういった一個一個がこの子にとったらすごい大変なことな。遊ぶにしても、ご飯食べるにしても、発表するにしても、そこできるようになるっていうのが、この子はこの子でちゃんと崖を登ってる。すごい純粋に。それがね、できた時にニコさんがめっちゃ嬉しいみたい。ニコさんは一歩行く大切さをきちんと分かってる人ですよ。だから人と世界が違うっていう子がね、一個一個やれるっていうのはすごいこと。超遅いように見えるかもしれへんね、3次元から見たらね。でも、この子にしたらすっごい純粋な、すっごい大きな学びだ。その綺麗さ、美しさというか、その一歩一歩の大切さというかね、本当にちょっとしたことないけど、できた時には、よかったねーって、なんですごいことできたんやろって、それをできた時にすごいニコって笑うんですよ。めっちゃ可愛いし、綺麗な学びなんやろう。それこそがやりたかったことみたいな感じかな。今ノート見たら、講座の2回目で希望を出すところがあったんですよね。自分の希望を何個か言って、それをイメージしてくださいみたいなとこがあったんですよ。ここにね、保育士の資格を取って障害児とサポートって書いてある。そうなんや。忘れてた。それしたかったんだなぁと思って。この子の一歩が自分の喜びっていうのが見えてるかな。この子の喜びの一部になれた。その子の人生が輝いていくとか、その子が笑顔になれるを見てて、今充足感を感じてる。いや、でもそうやってチャレンジしてくれると、やっぱりそっちにじゃあ進んでもいいっていう気持ちになりました。そうですか。難なく崖を登れるニコさんがやりたかったことは、キラキラ輝く学びをしている園児たちのサポートでした。子供園の役割を改めて聞いて、子供たちの声が溢れている園が今までよりずっとキラキラ見えるようになったわ。一生懸命自分の崖を登っている子供たち、ほんと輝いてるな。にゃんこもにゃんこなりに崖を登っていき、壮大な景色が見えるてっぺんで世界の果てまでイッテ Q を見ながらポテトチップスを食べる境地にいつかたどり着きたいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。